どうもベルです。今回はグランドマフィアの、気まぐれコラムということで、装備について、やっていこうかなと思います。一応前回ね、装備についての動画作ったんですけど、ちょっとね、尺の都合で、建設装備と、投資装備と、チャレンジャー装備と、あとは序盤の戦闘装備の、ルーキー装備とタイラント装備ですね。そこまでで終わってしまったので、今回はキング装備とゴッドファーザー装備について、あとは、戦闘装備の、効率的な育て方について、いろいろとお伝えしていこうかなと思います。早速、キング装備から見ていきたいんですけども、こちらのキング装備は、レベル60で、装備可能になる、このゲームで一番ね、つけてる人が多い装備の一つなのかなと思います。で、こちら、非常に強い装備となってます。で、こちら一式、S ランクまで上げることで、集結参加バフを上げることができまして、投資センターの、装備の、ここですね。こちらの集結参加バフなんですけど、結構重要で、州長戦の S3 とか、征服シーズンやるとなると、あの、やってるチームですね。やってるチームとかだと、この集結参加バフ持ってないと、その組織にね、参加できないとかあるので、結構大事なのかなと思います。で、こちらもタイラント装備同様に、ギャングシューターと、ギャングバイカーと、バイカーシューターの、3つのステータス傾向がありまして、まずこのステータス傾向のどれで選んでいくのっていう話からしていこうかなと思うんですけども、まず、一つの傾向の、バフで揃い切るのと、複数組み合わせた場合のバランス装備ですね。これどっちがいいのって話なんですけど、これまず考えていく上で大切なのがメリットデメリットなのかなと思います。で、一つの傾向で装備揃い切るメリットって、やっぱりその陛下はちゃんと強くなるんですよ。なので、集結打つときにね、特化してる陛下で打つと、ちゃんとね、高い攻撃力を発揮することができます。ただね、その代わり、特化されてない陛下で打つとね、かなり弱くなってしまうので、例えばじゃあこの、ギャングシューターのセット、揃えたとなった時でも、ギャングシューターは強いですけど、バイカーで集結打つことってもうほぼできなくて。ただ、集結打つときは、バイカーで打たなきゃいいだけなので、もしバイカーで打たなきゃいけないときは、同じ、組織の他の人に打ってもらったりね、すればいいのかなと思います。なので、そんなにね、大きな問題ではないかなと思うんですけど、問題はちょっと、駐屯するときですね。その時が、ちょっと厳しいです。このゲーム、兵隊の相性バフ、陛下ですね。陛下の相性バフが、もうとんでもなくでかいので、もう2陛下で中東なんてしたらね、もうカモもいいとこなんですよ。なので、絶対に3陛下で中東しなくてはいけなくて、2陛下のみステータスが高い状態だと、もうどうしても兵隊の比率を、バランスに寄せても、結構偏ったね、バランスになってしまうので、例えばこちらのバイカーシューターの装備揃えた人だと、ギャング2割、シューター4割、バイカー4割の、244とか、ちょっと変えたね、587とかも使ってる人結構多いと思うんですけど、それって、シューターの端子で抜けちゃうんですよ。なので、結構、中トンするとなると、どうしても弱くて。それをね、踏まえた上で、バランス装備、作っていった場合なんですけど、逆に中東の時は、ステータスがばらけていく分、強くなります。ただ、攻めるときはね、どうしてもバランスで組んでいくと、ステータスがばらけてしまう分、火力が下がってしまうので、ここはね、かなりの欠点なのかなと思います。じゃあ結局どっちにすればいいのっていう話なんですけど、中トンするかどうかなんですよね、結局。キング装備で中トンするとなると、州長戦 S1 とS2 ぐらいまでかなと思うんですけど、その段階で、キング装備が、金になってるんだったら、バランス寄せ。逆に、それ以降だと、キング装備で中トンしていくっていうのは、さすがに厳しいので、一つのね、傾向の装備で、揃え切っていいのかなと思います。で、一つの、傾向の装備で揃えるならどれにするのっていう話なんですけど、私だったら、バイカーシューターか、ギャングバイカー、このどちらかにします。
これなぜかっていうところなんですけど、バイカーは絶対に上げておきたいから。これに尽きるのかなと思います。前編の動画でも少しね話したんですけど、地下取引所とか警察署って、基本的に最初は、バイカー端子でラリー打つんですよ。まあ、これなんでかって簡単にご説明すると、まあ、NPC ってヤングスクエア固定なんですよ。なので、ギャングにね、有利な陛下のバイカーをぶつけたいから。っていうところなんですけど、ただね、もちろんね、これ厳密に言うと違くて、ただ、この話するだけで平気で5分語れて、で、まあ、兵士の割合、本気で話し出すと、これまあ、1時間も2時間もね、全然話せるので、ちょっとね、この話題は、今回はこのくらいで留めておこうかなと思います。まあ、あとは個人的に、まあ、シューターもね、結構上げておきたくて、なぜかというと、まあ、みんな、さっきの地下と警察署のために、バイカー上げてるんですよ。なので、そのバイカーに有利なシューターって結構重要で、あとはね、割と、シューター端子で集結してくる人って結構いるので、で、まあ、バランスのさっき言ってた587とかでも、完全にシューターバイカーじゃなくて、ギャングも少し入れて、ギャングのバフも少し上げてる587で、なおかつ、シューターに結構寄せ切ってる587だったら、シューター端子別に勝てるので、で、そこなんで勝てるかっていうと、まあ、結局シューターのバフ差だよねっていうところなので、シューターのバフ上げていくのもね、全然悪くないのかなと思います。で、あとはまあ完全にね、バランスにしなくても、個人的におすすめな組み合わせがありまして、どんな組み合わせかと言いますと、完全なバランスではなく、複数セット、複合させて、一つの陛下を強くしたバランス構成です。まあ、例えばこんな感じですね。今これやってるのは、シューターに寄せた感じなんですけど、これ今シューターはすべての装備で上がってますので、もうシューター単勝は全然撃てるんですよ。で、あと、まあ今これギャングバイカーもね、それなりに制圧上がってるので、さっき言ってたまあ587とかでもね、全然使えて、まあ結構集結も打てて、まあしかも駐屯できるっていうところでね、まあ結構いいのかなと思います。なのでね、こんな感じで装備作っていくのも結構ありなんじゃないかなと思ってます。で、あとはタイランド装備からキング装備に切り替えていく目安なんですけど、個人的には、もうレベル60になったら、キング装備にもう切り替えていっちゃっていいのかなと思います。これなんでかっていうと、結局分解するときって、100% 素材返ってくるわけじゃなくて、ある程度ね、もったいなくなっちゃう没収されちゃうので、まあ、そうなると、まあ、レベル60になった後に、タイランド装備って、育てていく意味はないので、まあ、一応タイランド装備からキング装備に切り替えて、まあ、キング装備がね、紫プラ1かプラ2ぐらいの状態だと、まあ、タイランド装備の金の方が強かったりはするんですけど、まあ、でも結局ちゃんとキング装備の方が強くなるので、個人的にはもう、レベル60になったら、もうタイランド装備砕いて、キング装備上げていくのがいいんじゃないかなと思います。で、まあ、ただね、キング装備って、めちゃめちゃ契約コイン必要になるじゃないですか。まあ、なので結構育てていくの大変で、では、この次の装備の、ゴッドファーザー装備。まあ、育てていくにも、このキング装備って結構大切になってくるので、効率の良いね、キング装備の育て方について、お伝えしていきたいんですけど、まずそもそも、この契約コインの入手経路ですよね。まあ、厳密に言えばたくさんあるんですけど、主要な入手経路って、まあ、街頭覇者狩りと、撃破した際に、街頭覇者を撃破した際に配られる同盟ギフトから。もしくは、この装備ボックスですね。こちら開封してでの入手かなと思います。まあ、前者の街頭覇者狩りについてはね、まあ、街頭覇者の投資を終わらせて、まあ、チャレンジャー装備育てていって、あとはヘルイベで、エネルギー集めていくのが正解なので、まあ、ここについてはね、ちょっと詳細話してたら、まあ、これもきりなくて、動画一本作ろうかなと思ってるんで、そちらご覧いただけると嬉しいなと思うんですけども、まあ、メインはやっぱりこの装備ボックスですよね。で、まあ、この装備ボックスの、ね、効率の良い入手方法について、お伝えしていこうかなと思います。で、まあ、こちらの装備ボックスなんですけど、
これって、いろんなイベントだったりで入手できるんですけど、基本はこの、装備ボックスの交換券を使用してでの交換か、課金パックですね。今、マットライダーと、プッシャーが来てるんですけど、このパックと、あとはね、いつも買える、でも、あれか。今買えるかなちょっと待って、入手経路で獲得方法がいけますね。ここからいける、12,000円の装備パックとかもあるんですけど、あとは、ヘルイベントですね。こちらのヘルイベントやっていくと、段階報酬と、あとはランキング報酬でね、獲得していくことができます。では、装備交換券については、後ほどお伝えするんですけど、まずはさっきの課金ですね。で、このさっき、毎日切り替わるパックについては、これ600円のは超お得です。課金できる方は、購入推奨なのかなと思います。で、あとはあれですね、ごめんなさい。言ってなかったんですけど、ちょっと今出てないんですけど、ヒーローの、パックですね。そこでおまけでそういうボックス交換券ついてきたり、あとは、英雄ルーレットですね。そこでも結構入手できますね。すみません。英雄ルーレットは装備ボックスの交換券か。そうですね。失礼しました。で、ちょっと話戻すんですけど、600円のはお得で、2400円のは、急いで育ててるんだったら、買う価値あるのかなと思います。ただ、6000円以降についてはね、買う価値ないです。で、12000円についてはね、ちょっと例外が一つだけあるんですけど、基本的にこちらも買う価値なしなのかなと思います。で、次にヘルイベントなんですけど、こちらこのゲーム、毎時間切り替わるヘルイベントありますよね。で、あと、そっか、ごめんなさい。揃いベのランキング報酬はないのか。ごめんなさい、失礼しました。すいません、ヘルイベントだけなんですけど、こちらの、段階とランキングでもらえるのって、これ一見、一回5、6個なんで、5、6個かけ2で10個ぐらいなんですけど、それなんで、そんな美味しくないかと思いきや、このヘルイベントって、やりまくればめちゃめちゃ美味しくて、これ1日10回とかクリアすれば、1日100箱とかね、そういう箱回収できるので、加速とかも、このヘルイベントだけにね、使っていけば、全然、10回は厳しくても、3、4回はね、多分、少し課金してる人ならいけると思うので、加速も、ヘルイベントで加速とかね、あとゴールドとかも結構入手できるので、本当にお得で、あとこのヘルイベントを、おすすめのヘルイベントと、これ別にやんなくていいよねっていうヘルイベントとかあったりするので、これもね、いつかちょっと単品で動画作ろうかなと思ってるんですけども、本当に美味しいです。効率的に成長するにはね、本当必要不可欠な要素なので、ちゃんとやっていただくのがいいのかなと思います。で、装備交換券なんですけど、こちらは、本当いろんなイベント頑張るのと、地下取引所、ちゃんと忘れずに参加していきましょう。これですね。地下取引所って、ごめんなさい、征服シーズンまで行くと、ちょっと上限上がるのかちょっとわかんないんですけど、S3 までの段階だと、4000万ダメージで50箱装備交換券回収することができます。地下取引所って、一見ピジョン、ちょっとイントネーションあれなんですけど、ピジョン上げのためかとね、思われがちなんですけど、これって別に装備交換券めちゃめちゃ美味しいんで、もはや、装備交換券を効率的に入手するためのイベントの一つなので、忘れずにね、参加していただくのがいいんじゃないかなと思います。で、あとはいろんなイベントでっていうところなんですけど、さっき言ってた、ごめんなさい。僕はちょっと勘違いしてた、あと英雄ルーレットですね。あれって基本的に周長戦の時に来るやつかなと思うんですけど、あれって、そのラインナップされてる英雄が、一つで持ってないのがいれば、持ってないじゃなくて、一つでも、S グレードになってないヒーローがいれば、そのかけら選べて、全部 S グレードになってる場合は、そのかけらに加えて、ラインナップされてるかけらに加えて、あと、そういうボックス交換券を選択することができます。
で、その装備ボックス交換券選択できるのってめちゃめちゃ美味しくて、au ルーレットでね、結構装備ボックス交換券僕昔集めてたんですけど、それと、あとあれですね、普通のイベントとかも、結構入手できて、あと今だと、あれですね、グリルストアとかでも入手できて、で、あとこういう、交換系のイベントで、装備交換券がラインナップされてる時って、これ別に装備交換券の交換レートって全然悪くないんですよ。むしろね、他の方が全然悪くて、7日間加速とかって、あの、めちゃめちゃ損なので、麻酔薬はありっちゃありかな。これはありなんですけど、でもこの中だったらピクニックプレート取るか、ソイボックス交換券か、麻酔薬どれかですね。チャレンジャーボックスですね、あと。そんな感じかなと思います。で、あとは、VIP ストアですね。今これ来てるんですけど、これ買っていくのも結構お得です。1箱200ゴールドでも全然安いです。あとはね、他のイベントとかでも結構入手できて、割とね、意識して集めていけば、この装備交換券って結構集まっていくので、毎回イベントが来たら、入手できる手段がないか、確認していただくのがいいんじゃないかなと思います。サプライズガチャとかね、ちょっと課金が、さっきの au ルーレットもそうなんですけど、必要なイベントでも、割とね、装備交換券がお得に入手できることって結構あるので、来たら気にしてみるのもね、いいのかなと思います。で、この装備交換券なんですけど、基本的には、最初のキング装備を作っているときは、足らない装備ボックスに交換するので OK です。ただ、キング装備一式を、作り終わったら、全部、このチンピラリーダーボックスですね。アクセサリーの箱に、全部アクセサリーの箱に交換していきましょう。じゃあなんでっていうところなんですけど、答え単純明快で、ゴッドファーザー装備のためです。ゴッドファーザー装備って、ゴッドファーザーの箱をね、開けて育っていくことが、ことももちろんできるんですけど、これ、こちらですね。これ、供養がね、かかるので、基本的には、3ヶ月にだいたい1回来る、近引き交換所のイベントで、交換して育てていくことになります。こちらどんなイベントかと言いますと、S グレードの、キング装備を、同じ部位の A グレードの、ゴッドファーザー装備に交換できるイベントです。こちらでゴッドファーザー装備を交換していって、そのゴッドファーザー装備を、分解して、ゴッドファーザーの、契約コインを集めて、育てていく。このようにしてゴッドファーザー装備を育てていきます。その際、分解するときは、普通のゴッドファーザー装備を作るのに、必要な契約コインがね、ベースになってくるので、例えば、ごめんなさい、この、5枚で上げられるパンツを分解するより、14枚必要なね、アクセサリーを分解した方が効率いいんですよ。で、その中で、キング装備を S にするのに必要なコインの量と、ゴッドファーザーを分解した時に獲得できる、契約コインの量を計算した時に、一番効率的なのがアクセサリーなので。で、アクセサリーって、キング装備作る時だと、11枚で、ゴッドファーザー分解すると14枚なので、なるべくね、装備交換券はアクセサリーにしていこうという寸法ですね。で、このキング装備のアクセサリーを育てていくために、月末の課金イベントで、12000円のアクセサリーの素材パックですね。ちょっと出したいんですけど、グレードアップで、獲得方法のこれですね。こちらのパックいっぱい買っていって、アクセサリーの S をね、量産していくのはぶっちゃけありです。一応これが最初に言ってた12000円の装備パックの例外ですね。で、あとキング装備って、結局 SS まで強化しない装備で、最終的にはゴッドファーザー装備にみんな移行していくんですよ。キング装備 SS まで上げれば、ゴッドファーザーの S と、同じくらいの強さにはなるんですけども、結局、その継承コインで、結構お金かかるんで、例えばね、メイン武器だと14枚かかるんですよ。
で、これ、結構しんどくないですか？サブ武器で12枚で、シューズ15枚で、待って、アクセサリーどんぐらいなんだろう。17ですね。まあ、そんな感じで結構これフルセット上がるとなると、かなり大変で。で、あとまあ、キング装備、集結参加バフにもね、問題があって、ゴッドファーザーの A 以降の集結参加バフって、これキング装備 SS になっても解放できないんですよ。まあ、なので全然組織でもね、貢献できなくて、まあそういったことからね、ほんとキング装備 SS っていうのはね、結構お勧めできないのかなと思います。で、あとはね、キング装備、さっきのキング装備から、ゴッドファーザー装備に交換していく際の注意点なんですけど、キング装備 S を、ゴッドファーザー S に交換、ごめんなさい、ゴッドファーザー A に交換したら、大幅にステータスが下がります。まあ、V によってね、違うんですけど、ごめんなさい、ゴッドファーザーの A のステータス、これですね。まあ、だいたい今 A プラ2か A プラ3くらいにすると、まあ、ゴッドファーザーの方が強くなるんですけど、まあ、それ以下だと、キング装備 S の方が強いので、ある程度ゴッドファーザー装備に切り替えても、ちゃんとね、そのゴッドファーザー装備を S にできるみたいな状況になってから移行していくのがいいんじゃないかなと思います。複数 V 移行していくっていうよりかは、まあ、今回の近武器では、パンツをじゃあ、キング装備からゴッドファーザーの S にしようみたいなイメージですね。で、まあ、移行する順番なんですけど、ゴッドファーザーの、パンツ、サブ武、ごめんなさい。サブ武器、ごめんなさい。ゴッドファーザーのパンツとサブ武器。この二つをね、まず移行しましょう。どっちもね、必要なコイン数って少なくて。で、まあ、その部位のキング装備プラス、まあ、アクセサリーのキング装備を二つ交換すれば S まで上げれちゃうので。で、あとは、ブーツですね。これも結構上がる幅大きいのでおすすめです。で、この3つ上げ終わったら、次にね、メイン武器上げていって、まあ、ただ、次なんですけど、ゴッドファーザーの、ジャケットじゃなくてアクセサリー行きましょう。ゴッドファーザーのジャケットって、ぶっちゃけ弱くて、もちろんキングよりは強いんですけど、新しくね、獲得できるステータスが、まあ、サラリーカットはどうでもいいんで、どうでもよくはないんですけど、正直どうでもよくて、チーム防御なんですよ。このゲーム、攻撃と HP と防御って、同じ 1% だった時に、全然同じ 1% じゃなくて、まあ、攻撃と HP は、まあ、大体同じくらいかなっていうところなんですけど、防御って10分の1なんですよ、効果。ごめんなさい、10分の1は持ったかってぐらいで、もちろんね、その時々によって、その検証環境下によって違うんですけど、大体まあ15分の1とか、その攻撃 1% と同じ効果を発揮するために必要なのが、防御15、防御の15%とか。そんな感じなので、もう、キング装備別に、ジャケット S にしたところでね、っていうところなので、アクセサリーを上げていきましょう。で、あとは、継承製造。SS まで、ごめんなさい、装備の、継承製造の項目が、すいません、こちらですね。こちらがアンロックされて、SS 装備が、作れるようになったら、アクセサリー上げないで、先に SS 装備を作っていくのありです。上げるとしたら、パンツと、サブ武器と、ブーツですね。これらはアクセサリー S より先に SS にしちゃって OK です。この3箇所って、パンツは、ごめんなさい、ボトムですよね。ごめんなさい。ボトムは、5つで、サブ武器は6つで、シューズは7つで、アクセサリー14なんで、で、まあ、ここ本当契約コインの必要な数少ない割には、S から SS にした時の上がり幅めちゃめちゃでかいので、で、あと継承コインの必要量って、ゴッドファーザー装備だと、その装備の必要な契約、ゴッドファーザーの必要な契約コインの、3倍なので、契約、継承コインの負担的にもね、この3箇所は結構軽いので、まあ、先に上げていって良いのかなと思います。あと、ま、最終的にね、全部 SS にしていくのって、本当に大変だと思うんですけど、
コツコツ育てていけばね、そのレベルまで到達すると思うので、で、この装備って、強くなる上で、やらないっていう選択肢はないのかなと思ってて、なのでね、頑張っていくのがいいんじゃないかなと思います。本当 SS までは多分、継承コインとかの問題があるので大変だと思うんですけど、正直、全部 S にするのって、多分本当ちゃんとやっていけば、美課金の方でも、多分3年ぐらいやればいけるのかなと個人的に思ってて。無課金の方でもね、多分3、4年やれば、その装備とかの入手方法をちゃんと考えて、ヘリウェとかもちゃんと回していって、やっていけば全然いけると思うので、頑張っていくのがいいんじゃないかなと思います。で、このゴッドファーザー装備なんですけど、2種に絞るか、バランスにするべきか問題ですね。ここについて少し話していこうかなと思うんですけど、S3 ならまだしも、S4 って、もう上位陣のステータスが上がりすぎてるんですよ。正直、ゴッドファーザー SS の SS が、もう中トンのする人の最低ラインみたいになってきてて、もうトップランカーはもう単種で2000%とか言ってるんですよ、今。言ってるかわかんないですけど、多分もうそれいくと思うんですよね。すいません、今のトッププレイヤーの、AMG の人のね、ちょっと知らないのであれなんですけど、ただあと中トンって、そもそも相手より格上であることが前提なので、なかなか中トンしても、受けるっていうのはね、結構少なくなってくるのかなと思います。今、バランスの1800%で、中トンして、1800で中トンしても、1600のシューターで抜かれるんですよ、今。割合マジで間違ってなくて。かなりめちゃめちゃいいバランス構成組んだとしても、どうしてもバランスって弱点あるので、そのバランス疲れちゃうと、200%下がっても抜かれるんで。多分それ、一応クルースターの影響とかもあるんですけど、そういうこともいろいろ考えていくと、結構厳しい戦い、ね、するよりも、相手の強いプレイヤーが中トンしていることを抜く方がね、大事なので、2種に絞るか、キング装備の時にね、ご紹介した、1種に特化したバランス。こちらのどちらかがね、いいのかなと思います。あと2種に絞るのも、やっぱり多いのってシューターバイカーですよね。ギャングシューターで揃えている人って、ほぼいないのかなと思います。あとは結局、ゴッドファーザー SS の人が中存してたら、さすがに短期じゃ抜けないので、こっちが解散することになっても、相手のレイドリーダーに時間使わせられたら、その分ね、別の箇所が炎上まで進んで、結果的にね、チームの勝利につながるので、活躍できるのかなと思います。ほんと、ゴッドファーザーでね、バランス組むのって、SS 揃え切って、2セット目のゴッドファーザー装備作って、それ組み合わせてね、バランスにするぐらいじゃないと、多分ね、活用しきれないのかなと思ってて。ただ、下手に2セット目のゴッドファーザー SS 作るんだったら、他のに課金した方が絶対強くなるんですよ。ベストランクとかに使ってた方が絶対強くなるので。ほんとね、やる人ってめちゃめちゃ限られてくるとは思うんですけど、一応ね、ゴッドファーザー SS を揃え切った後に、同じ部位を複数作るのであれば、サブ武器、ボトム、シューズ。あとメイン武器。で、その最後にアクセ。もうこの順番ですね。パンツと、ごめんなさい、ボトムとシューズとメイン武器は、順番変えて OK です。メイン武器、ごめんなさい、すみません。同じ部位を複数作る理由って、装備切り替えて、バフの傾向を切り替えるためなので、チーム、HP がね、チーム攻撃とかチーム HP 高い装備切り替えても、そんなにバフ傾向切り替わんないんですよ。ただ、サブ武器とかだと、上がり幅めちゃめちゃ大きくて、サブ武器だと、42%。あとはあれですね。装備のところで、さらに、基礎性の10%上がるんで、実質46%ぐらい。バフ傾向を変えられるんですよね。ごめんなさい。装備のセットのゴッドファーザーの、ごめんなさい。これ見た方がいいかな。これですね。こちらですね。すいません。42%ですね。で、アクセだと、ごめんなさい。アクセだとちょっと画面また切り替えなきゃいけなくて、こちらなんですけど、
20、アクセだと素材倍以上かかるくせに21%しか変わんないんですよ。まあ一応アクセだと、まあ3箇所装備できるんで、4個か5個あった方がバフの幅は広がるんで、ありといえばありなんですけど、継承コインの消費量えぐいんで、もちろんね、契約コインの普通のゴッドファーザーの契約コインのめちゃめちゃ使うんですけど、それよりもね、まあ、継承コインやばいんで、まあ、できるカーベスとして。まあ、ただ、まあ、サブ武器だけは、まあ、9箇所目っていうところで、個人的にはね、作るのすごくありなのかなと思います。まあ、ただ、ゴッドファーザーエッセンスが全箇所揃ってないのに、サブ武器を2箇所目作るのは絶対なしなので、そこだけはね、お気をつけいただければと思います。はい。まあね、ここまでね、いろいろと装備についてお伝えしてきたんですけど、このゲームの装備って本当に大事で、ゴッドファーザーの課金パック、ごめんなさい、またちょっと画面切り替えるの大変なんですけど、すいません、これですね。ほんとこれただ単に買っていくだけだと本当に大変、お金かかるので、まあ、ただ、近武器のその交換所を活用していったり、キング装備をね、たくさん作るために、もう特にそういうボックス交換券集めていって、コツコツやっていけば、やがて到達できると思うので。てか、そうですね、さっきあんま強く言わなかったですけど、装備ボックス交換券だったら、英雄ルーレットが本当に効率いいので、僕これめちゃめちゃおすすめしてます。もう絶対最後の締めに言うセリフでは絶対ないんですけど、装備ルーレット、英雄ルーレットって、加速も手に入るし、ダイヤも手に入るし、豪華アイテム交換券も手に入るんですよ。もうこれ、どれも消耗品で使うじゃないですか。なんかそこをね、個別個別で買っていくと結構高くつくと思うんですけど、英雄ルーレット回せばね、もうどれもお得に手に入って、多分3日間回すので、まあ大体7万円ぐらいだと思うんですけど、回収できるアイテムって多分20万円、20万いかないか。まあ、14、5万分はね、アイテム回収できるんで、まあ、個人的にはね、すごい僕英雄ルーレットをしてます。まあそんな感じでね、なんですけど、まあゴッドファーザー SS、そこまでいければ、集結参加バフで、ごめんなさい。装備の、こちらですね。ここまでいければ、HP がね、20% つくようになるので、攻撃って、みんなね、キングセットとか、まあ、ゴッドファーザーの A とかで、もうつくんで、まあ、100% 上限まで結構いくと思うんですけど、HP はなかなかいかないので、参加者にゴッドファーザー SS5 人揃いますかっていう話で。まあ、トップチームは行くと思うんですけど、まあ、なかなかいかないじゃないですか。まあ、そうなった時に、持ってればね、もうすごい、組織としても、非常にありがたいメンバーで、すごく活躍できると思うので、非常にいいのかなと思います。まあ、実際にね、装備だけで強さが決まっていくわけではないんですけども、それでもね、結構装備ってステータス上がっていくので、まあ、頑張っていきましょうというところで、今回の動画はこの辺りで、締めさせていただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、ぜひね、よろしくお願いいたしますというところで、バイバーイ。